様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介するアイテムはこちらになります。皆さんこれ何だと思いますか？実はですね、開けるとこんな感じのキーケースになっております。ファスナーポケットもついていて、ポケットはですね少し浅いんですけれども、こんな感じでちょっとしたものを入れることができるようになっています。こちらの作品はこの著書の中で紹介しているアイテムになります。もうだいぶ前になるんですけれども、ショート動画で紹介をしていたものなんですが、実はそのショート動画の方からリクエストかなり多くいただいておりまして、今回はですねちょっと布小物ということで紹介をさせていただこうかなと思いまして、今回動画の方作成してみました。で、小さい小物でパーツも非常に多いからどうしようかなって思ってたんですけど、意外と作り始めると楽しくって、こういうねちょっとしたお気に入りの生地を合わせるっていう楽しみをねまた味わうことができました。皆様ありがとうございます。ということで今回はこちらの小さな布小物を紹介させていただきますので、是非一緒に作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介になります。こちらが外布になります。半分の生地を使用しています。内布になります。こちらの生地はシーチングなど薄い生地でご用意ください。そしてこちらは左側のファスナーポケットになります。こちらは綿麻キャンバスを使用します。この1枚でポケットを作りますので、薄い生地よりは少し張りのある厚みのある生地を使用してください。そしてこちらは右側のポケットになります。こちらは内側がシーチングの生地、外側は綿麻キャンバスを使用しています。そして細かいパーツの方はこちら20センチのコイルファスナーを使用します。ハサミでカットしますので、切れやすい金具タイプではないものをご用意ください。そしてこちらの飾り布になります。こちらは直径6センチの半円を2枚と、こちらも同じように半円を2枚用意して2分割した状態で4枚ご用意ください。そしてこちらは持ち手にするテープになります。これは 7mm タイプのもので長さは8センチになります。バネホックも1組ご用意ください。4連フックを使用します。それに合わせたカシメを2組ご用意ください。今回は6センチの半円を描くのにこちらのくびれ定規を使用しました。この R3 というのがこちらのパーツのサイズになっています。ちょうどこのサイズに仕上がりますので、ぜひこの定規お手持ちの方はですねこちらを活用してみてください。それではこちらの小さいパーツの方を本体の方に仮止めしていきます。その時に便利なのがこちらの仮止め糊になります。そしたらこちらの4箇所に1回ですねちょっと糊をつけておいて、でこれを仮止めしていきます。そんなにべったり塗らなくても簡単に軽くで大丈夫です。そしたら2つ折りにして、この中央のところ V に合い印を入れていきます。だいたい横2ミリ縦3ミリぐらいで V を作ります。反対側も同じようにしていきます。こんな感じです。そしたらこの小さいパーツの方も同じように V の合い印入れておきましょう。はい、そしたらこの合い印同士を重ねていきます。そしたらこの後ですねちょっと濃いめのミシン糸を使ってこの際 1,2mm のところを二重に縫っていきます。今回は揺らぎステッチを使っていこうと思います。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7 になります。縫い目の長さは 3.0、 ミシンの針は14番をご準備ください。
では、際を縫っていきます。縫う位置を決めて針を刺します。で上糸をしっかりとちょっとね引っ張って、で際をこのカーブに沿わせて縫っていきます。ちょっとここはですねゆっくり縫っていかれるといいと思います。そしたらもう一度戻っていくような感じにするので、布をちょっと回転させて最初の糸を切ります。重なったり離れたりっていうような感じの揺らぎステッチになります。距離が短いのであんまりそんなに考えないで、普通にステッチのイメージで縫っていけば大丈夫です。で端まで来たらこの L のところを縫います。そうするとこのような感じになります。ちょっとついたり離れたりってするとこの二重のステッチが刺繍みたいになるんですね。同じようにして全ての箇所をやっていきます。で縫う時はところどころですねこう押さえをちょっと上げつつやられるといいと思います。膝上げ押さえがある場合はですねこういう時便利ですね。両手使えますのでこんな感じで細かくやって、このパーツからミシン目が落ちないように気をつけながら縫ってみてください。結構際を縫いますのでこのパーツからミシン目が落ちてきてしまいがちなんですけれども、ゆっくり縫えば大丈夫なので頑張ってみてください。ではこの後持ち手をつけていきます。持ち手はこのちょうどこのパーツの端のところに揃えていきます。そうしたらそれぞれの際を 5mm ずつ仮留めしていきます。はい、こちらで外布の本体パーツが仕上がったところです。続いてこちら開けた時のこちらのポケットの方を作っていきます。ちょっとちらりと見せるストライプがあると可愛くなるので、ぜひこの裏布の方はストライプ使われることをおすすめします。そしたら生地を中表にします。この左端のところを端から 7mm で縫いましょう。そしたら 7mm を縫うんですけれどもぴったりじゃなくても大丈夫なので、今回は家庭用ミシンの押さえの端を活用していきます。職業用ミシンの方は 7mm で縫って仕上げてください。そしたら 1cm 先に針を下ろして返し縫いからスタートします。そしたら一度こう開いて、この表になる生地の方側に縫い代を倒します。そうしたらここをちょっとパタンと閉じる時に少しこういう風にストライプが見えるような感じで畳みます。少しって言っても大体 1,2mm ぐらいまでにしておきます。ちょっと見える程度ですね。縫い代はだいたい 5mm ぐらいこう離れてしまいますけれども、この状態で大丈夫です。そうしたらここの際のところを縫います。今回は距離が短いんですけれども、もしこちらの立ち目かがり押さえというのがあればこちら活用してみてください。この際を縫う時に、職業用ミシンだと段付き押さえみたいな感じのイメージなんですけれども、際が綺麗に縫えます。はい、こんな風に際が縫い終えたところになります。裏面こんな感じです。それでは反対側の面になるこちらのファスナーポケットの方を作っていきます。開けるとこんな感じで、私はちょっとお守りとか入れてますけどね、これちょっとしたちょっと小銭とかを入れておけるようなスペースになってます。今回使用するのは 20cm のコイルファスナーになります。ハサミで切れるタイプを使用していますので、今回長めになりますけれども、こちらをご用意ください。裏布はつけずに仕上げていきます。
そしたらここのところですね、パーツも小さいのでちょっとファスナー留めにくくなると思います。こんな感じで留めていきましょう。そしたら端から端までを7ミリで縫っていきます。ファスナーを縫いますので、まず針を左側にしてこの押さえをセットします。そしてマスキングテープで7ミリのところを貼っておきましょう。これは針の位置から7ミリの位置になります。この金具の上に押さえが乗らないように針をセットしていきます。それでは1センチほど先に針を下ろして返し縫いからスタートしていきましょう。そしたら一旦ですね、ファスナーを閉じてこう裏返しにして、この生地の終わるところですね、ここに反対側のファスナーの方に印をつけておきます。そしたら柄がこういう風に重なってますので、この付け合わせになるところですね、こちらの反対側のファスナーがつく方に折り目をつけていきます。折って際を縫っていくような感じです。まずですね、端から 1.5 センチのところで折り目をつけます。アイロンでも折り目つけられますので、やりやすい方法にしてください。はい、そしたらこの折り目に合わせてこの布の端を畳んでいきます。で再度折っていきます。そしたらこの際を縫います。そしたら同じようにしてこちらも際を縫います。でこちらの際を縫う時はですね、先ほど縫ったこちらのポケット口を縫う時と押さえが同じになりますので、いちいちこう入れ替えるのが大変だなって時は先に工程をこちらで進めておいてもいいと思います。はい、そしたらこの先ほどつけた印に合わせて反対側もつけていきます。まだここの際のところは縫っていないんですけれども、際を縫ったと仮定してちょっと待ち針で留めておきましょう。めくれてきちゃうので。そしたら先ほどつけたこの印に合わせて布を重ねます。でその時にファスナーとのこの距離なんですけれども、だいたい2ミリぐらい開けておきます。はい、そしたら一度ファスナーを閉じて、閉じた時にこの端のところがしっかりと揃ってるかどうかを確認して際を縫います。では、際をですね、だいたい 1,2 ミリのところを目指して縫っていきます。かなりギリギリの際にはなるんですけれども、目線が決めにくい時は是非この押さえのね、ここの端のところとこの端のところを合わせてみて縫ってみてください。まだここの際の部分は縫っていないんですけれども、こちらを裏面にしてこのひらひらってなってる大きい面積の方を2つ折りにして、このファスナーの端のところに揃えてください。揃えて折り目をつけていきます。でここはですね、ファスナーの開き口でサイズがずれやすいので、反対側のサイズが分かった時点でちょっと長さの方をこう合わせてみたりしてサイズの確認はしておいてください。これでぴったりになってますので、ここでちょっと確認をします。はい、そしたら一旦ファスナーを閉じて、こちらの内布の方に重ねていきます。では待ち針で留めていきましょう。で内布はですね、そんなに厚い生地じゃなくても薄めのシーチングなどでもいいです。そしたらまずこのファスナーの際のところですね、この部分を1回縫います。その後ここのポケットのところを残して、このコの字で周囲を端から 5mm で縫っていきます。特にこのファスナーのところは最後切り落としてしまいますので返し縫いを入れておきます。あとここの開き口のところも返し縫いを入れます。そしたらそのまま糸を切らずに押さえを上げます。でこのまま縫っていきましょう。
したらこのファスナーの開き口のところずれやすくなりますので、目打ちなどで押さえてしっかり返しに入れましょう。そしたら最後に縫い残していたここの一辺を縫うんですけど、ファスナーをですね開けてあるとそのままアジャスター向こうに行っちゃいますので、しっかりとこのファスナー閉じて縫っていきます。忘れるとうっかりになっちゃいますので、皆さんお気をつけください。ここしっかり返し縫いしておきます。アジャスターがしっかりとこのね内側に入っているのを確認してから、この飛び出てるところですね、ここファスナーを切っていきます。はい、これで全てのパーツが揃ったところになります。でそしてですね、こういうふうに重ねるとこの本体の外布とちょうど1センチほどずれてると思います。ここが返し口になりますので、気になる方はここの端のところですね、ジグザグ縫いミシンをしておいてください。今回このポケットにこういう風になっていくのと、実際私が使ってるのを見ていくとですね、こんな感じでこうめくんないと、よっぽどじゃないと見えないなっていうぐらいなので、あんまりねここはやってなくても大丈夫な感じです。今度はこの本体を合わせながら重ねていくような感じになります。なのでこのポケットをですね裏面にしてストライプが見える状態でこう重ねてください。本体の方に重ねていきます。でこんな感じで裏側が見えるようにしたら、今度反対側ファスナーの方ですね、ファスナーの方もこう重ねてください。それでは最後に縫って仕上げていきますので、あともう少し頑張っていきましょう。でこの返し口のところは開けて残しておかないといけないので、最初にですねここちょっとめくって端から1センチを縫っていくところからスタートします。その後はこの周囲をぐるっと縫って仕上げます。ではマスキングテープを貼って1センチが分かるようにしておきましょう。この針の位置から1センチのところを貼るようにします。返し縫いからスタートします。で最初に縫ったここに持ち手がありますので、この部分は返し縫いをしておきます。そうしたら一回押さえを上げて布を一回戻します。そしたら続けて1センチを縫っていきましょう。でちょうどここの返し口になるところはめくれやすいので、布の重なりのところは返し縫いを入れておきます。でここがですねファスナーのちょうど開き口のところになりますので、ここもしっかり返し縫い入れておきます。はい、縫い終えたところです。いかがだったでしょうか。もうねあっという間に完成しましたね。そうしたらですね、ここの角のところはこういう風に出していくんですけど、かなりね厚みがありますので、もしここが気になる場合は先に切っておくことをおすすめします。いつもねこう角をこう畳みながら出してますよね。それをちょっとやってみようと思います。ちょっと生地が厚いからどうかな。大丈夫そうですね。そしたらこのまま出していこうと思います。出てきました。はい、では表にしたらこの角のところ目打ちをですね、こうミシ目とミシ目の間にちょっと深めに入れて、内側からこうグッと押し出すようにしてみてください。ぐーっと生地が厚いので結構奥まで刃先っぽ入れてやるといいです。でこれはですね結構生地が厚いので、こ
この角のところはカクってなるっていうよりはちょっと丸くなる仕上がりになってきます。そしてこの厚みをですね軽減させるためにこのガマ口用ペンチがあるんですけど、跡がつかないようなシリコンがついているものでちょっと当て布をしながらここの厚みのところを押さえていきます。ご家庭にあるペンチを使う場合も当て布をしっかり通してペンチの跡が布につかないように気をつけてみてください。はい、そしたら、こちらのキーリングの方をつけていきます。この表面で合わせてこの飾り布との間ぐらいを目安にされるといいと思います。でここで一回印をつけておきます。で穴を開けます。で穴を開けてぐりぐりと穴を開けていきましょう。そしたらこの長い方を中に入れます。そしたらキーリング裏表気をつけてこのつるんとした方ですね、こちらを前にしてセットします。でカシメを留めます。はい、では、こんな感じでキーリングがついたところで今度仕上げにこちらですねバネホックをつけていきます。サイズの方は持ち手をつける位置で変わってくると思うのでちょっとカード定規とかを使って中央から 1.5 センチのところですね印をつけたところです。はい、これで全てのパーツがついて完成したところです。パツンと閉じて持ち手をねあえて短めにしてるんですけど縫いづらい場合はですねちょっと長めにされてもいいかなと思います。こんな感じでトランク型のキーケースの完成です。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。最初はね綺麗になってた部分もこうちょっとめくっていくとですねだんだんこういう風にほつれのところが少し持ち上がってくるような感じになって味のある風合いにできてるかなと思います。例えばこの部分をですねリバティの生地にしてみてもいいと思います。あとはこのほつれが気になる場合はですねほつれ止めとか塗られて仕上げられてもいいかと思います。私は実際にですねもうずっと使ってますけどもうこんな感じでそんなには気にならないですね。ほつれてきても味のある感じになってますね。今回ねタグとかはつけなかったんですけど普段私はこの辺りにショップのロゴなどをつけています。なのでお好みでねちょっとこのポケットをつける前に縫い付けてみるなどしてみてください。そして先ほど言っていた返し口なんですけれどもこんな感じでパーツもつくとですね見えにくくなりますのでジグザグ縫いはなくても大丈夫かなっていうふうに思っております。実際につけてみるとこんな感じでスマートキーケースの方がここで収まるしあとはここに入れてもいいのかなってちょっとブラブラするのが気になる場合は入れちゃってもいいかと思います。この中に入れてここに小銭など入れて持ち歩くこともできますよ。なんかちょっとしたもの入れられるって便利ですよね。免許証とかを入れるスペースはここにはつけてないのでお好みでちょっと深さを変えてみられてもいいかと思います。免許証ね実際私ここに入れたことあるんですけどそうするとねここがこう閉じた時にここがねパツンってなっちゃってちょっとしまいにくかったんですよね。こうやって膨らんできますので本当はね緑とかで作りたかったんですが最近グリーンのアイテムを紹介することが多かったので今回は春に合わせて黄色にしてみました。春は手作りが盛んになるシーズンになりますのでぜひ皆様も布と触れ合ってハンドメイド楽しんでみてください。またですねセカンドチャンネルの方では旅動画の方も配信しております。最近はですね石垣島を一人旅してきました。離島旅も楽しんできましたので
よかったらネイジの小部屋の方も覗いていただけると嬉しいです。それからですね、動画の方は、いつ公開になるかはわからないんですけれども、この後ですね、世界一周旅行を予定していますので、ぜひ旅の間ですね、皆様見守っていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。